こんにちは、京子です。今日は今流行っているユニコーンカラーのマグネットネイルを新しいアイテムを買わずに手持ちのもので作ってみます。全く同じものを持っていなくても参考になると思うので最後まで見ていってください。ベースジェルを塗って硬化したら上にシアーピンクを一度塗りします。今回使うのはプレストの98番です。こんな感じのシアーピンクです。皆さんはご自宅にある似た色のピンクを使ってみてください。上にいろいろパウダーやマグネットなどを重ねていくのでムラなどは気にせずに一度塗りします。塗り終わったら硬化します。硬化が終わったらこの上にノンワイプのトップジェルを塗ります。今回使うのはキャンジェルのノンワイプトップジェルです。トップジェルはミラーパウダーがつくものなら何でも大丈夫です。塗り終わったら硬化します。トップジェルの硬化が終わりました。この上にユニコーンパウダーをこすりつけます。パウダーは粒子の細かいのがおすすめです。しっかりと全体にパウダーをこすりつけて余分なパウダーはブラシで払っておきます。次に上からピンクのマグネットジェルを使います。今回私が使用するのはグレースジェルさんのこちらのピンクのマグネットジェルです。このジェルはフラッシュを当てると光るフラッシュグリッターとか言われているタイプのものなのでこれでなくても大丈夫です。これで仕上げるとさらにキラキラするのでもし持ってない人は今からこれを買うのもおすすめです。今のマグネットジェルだけだと下のユニコーンパウダーが潰れてしまうのでこちらのクリアジェルとミックスして使います。マグネットジェルよりもクリアジェルの方が少し多めの方が下のユニコーンパウダーがたくさん見えて綺麗です。よく混ぜ終わったらさっきの爪の上に塗っていきます。塗り終わったらまだ硬化しないでここでマグネットを当てていきます。マグネットの当て方は自由です。私はよく左右順番に爪に対して平行にマグネットを当てた後に爪の根元側にマグネットを当ててその後爪の先端の下の方からちょっと離れたところからマグネットをよく当てています。こうすると先端の方がすごくキラキラして見えるのでとってもおすすめです。好みの感じにマグネットが出たらすぐに硬化します。硬化が終わりました。最後にトップジェルを塗って完成です。地爪に塗るときは強度が不安な人はここで一度クリアジェルやビルダージェルと呼ばれる固めのジェルを一度挟むのがおすすめです。塗り終わったら硬化します。これで完成です。クリアジェルでマグネットジェルを薄めているのでマグネットの効果はちょっと分かりづらいですがその分下のユニコーンパウダーがよく見えるようになります。下にピンクのジェルを塗らないでユニコーンパウダーとマグネットジェルだけで仕上げるとちょっとピンクみが弱くて
暗い感じになってしまうので、私はピンクのジェルを一度塗りしました。こちらもすごく綺麗なので好みは分かれると思いますが、可愛い感じの仕上がりにしたい時はピンクのジェルを一度塗るのがおすすめです。今回紹介したやり方でやったデザインがこちらです。今回使ったマグネットジェルが最初にお話しした通りフラッシュでさらに光るタイプなので、暗いところでフラッシュを当てるとよりキラキラというかギラギラというか、この方がうっすらマグネットとその下にあるユニコーンパウダーもよく見えると思います。とっても可愛いのでぜひやってみてください。今回の動画が役に立ったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。